こんにちは。こんにちは。今回の動画はキャラバンのサブバッテリーを鉛バッテリーからリチウムバッテリーに変えるっていう内容です。ついにキャラバンがリチウム化されると。そうです。もともと鉛バッテリーは 128A を2個使ってたのをリチウムイオンの 100A を2個に変えます。リチウム化する利点が2つあって、1つが軽量化、でもう1つが長寿命化です。もともと54キロだったのが 23.6 キロになりまして、充電器もともとついてたのが鉛バッテリー用の充電器だったので、リチウムイオンバッテリーに対応した充電器に変える必要があります。これもレノジーのやつね。そう、元は CTEC の 20A の充電器を使ってたのをレノジーの 50A の充電器変えました。50A っていうのは最大の充電電流です。でリチウムイオンバッテリーって鉛バッテリーよりも急激に充電ができるので 50A とかでも対応できる。それぞれの詳細なんですけど、まずこれリチウムイオンバッテリー、これさっき寿命がすごいって言ったんだけど、4000サイクル、高充電を4000回繰り返せる。でこれちなみに新しいモデルなんですけど、旧モデルっていうのもあって、その時は2000サイクルだったらしいの。じゃあ2倍になってる。でちなみにディープサイクルは平均で300サイクルの。だから全然違うね。そう全然違う。で重さがこれ1個 11.8 キロです。軽い。バッテリーマネジメントシステムっていうのがついてて、 BMS。 例えばバッテリーの電圧が 10V 以下になったら放電できなくするとか、このバッテリー自体をオンオフできたりとか、そういう制御機能がついています。安全装置ですね。でこれが充電器なんだけど、これもいけてる。走行ソーラー充電を吉名にやってくれる。メインバッテリーも充電できる。接続が簡単です。これ後で動画見ればわかるんですけど、であとこれリチウムイオンだけじゃなくて各種バッテリーに対応してます。つなぐバッテリーの種類によって温度管理とかもちゃんとしてくれます。すごいね。そう、鉛バッテリーだったらマイナス36度より下がると充電を停止する。リチウムの場合は1度より下がると充電を停止する。これ今回使うバッテリーのモニターです。充電放電状況を見るためのもの。これもレノジーのものを使っています。どっちもレノジーだね。そうでレノジーから出てるものが2つあって、この左と右のやつ、今回これどっちもとりあえずつけています、動画の中では。でもいろいろ試した結果、この右側のやつを最終的に使うことになりそう。この時点で言っちゃうと、この左のやつは結構取り付けの難易度が高いです。いろいろ工夫したね。そうつけるのに。そうで、あと残量の表示精度があんま良くないんです。表示される数字と実際の数字がちょっと乖離しちゃうことがある。そうただし表示の見た目は一番分かりやすい。それに対してこの右側のやつはスマートリチウムイオンバッテリー専用のモニターで BMS から直接情報を取ってきて表示するので、残量の表示が正確です。やっぱ安心だな、そっちの方が。であと接続も超簡単。もうなんか LAN ケーブルみたいのをバッテリーに直接差し込めば接続完了なんで、価格も圧倒的に安いの、この右の方が。左のやつ8000円ぐらいするんだけど、右のやつ確か4、5000円ぐらいだった。なるほどね。なので、どっちもつけるけど多分右側にします、現状では。今回はつけてないんだけど、Bluetooth でスマホに飛ばしてスマホで情報を表示するっていうのもレノジーから出てて、それを使うともっと詳細なバッテリーの状況を見ることもできます。このレノジーのフレキシブルソーラーパネルを使ってます。これを取り付けた当初は 160W のやつがレノジーから出ててつけてるんですけど、最新版のものだと 175W のソーラーパネルがレノジーから出てます。で他のスペックは一緒で、重さが 2.8kg でフレキシブルってことで248度曲げられます。曲げても割れない。あとすごいのが25年出力保証っていうのがあって、5年で 95% の出力、10年で 90%、25年で 80%。これは自信があるからできることってこと。安いソーラーパネルとか表示されてる出力と実際の出力に乖離があったりするんだけど、レノジーはそこの心配がない。そこがいいと思ってます。これがキャラバンの最新のサブバッテリーのシステムです。今回の動画で変えるところは走行ソーラー充電器とリチウムイオンバッテリーの部分です。でそれに伴ってケーブルを太くする必要もあったので、走行充電のケーブルを変えたりもしています。変えたね。これ実際バッテリープロテクターを今回使う必要はなかったんだけど、まずバッテリープロテクターがどんなものかっていうと、バッテリーの電圧が 10.5V 下回ると放電を遮断するっていうものなんだけど、このリチウムイオンバッテリー自体に 10V を下回ると停止するっていう機能もついてるから、一緒やん。そう実際不要なんだけど、それを撤去する手間とかもめんどくさいので今回はそのまま残してます。今回登場するレノジー製品は概要欄に商品リンクを貼っているので、ぜひチェックお願いします。はい、では今回の DIY の動画に入ります。どうぞ。
バラバラになった。これマジでやばい。ニンニクあるし500円だわ。走行充電の配線するためにとりあえずこれを取ります。やりましょ既存の線は次の充電器には細すぎるんで丸ごと交換します。めっちゃ汚れてるやんそこ。 1,2 年ぶりにこれ取ったよ。テープで貼ってるだけだったけどなんか擦れたりとかはしてないね。取れました。役目を終えた。結構頑丈にくっついてる。取れた。走行充電用の次の配線がね、この14スケアの太いケーブルです。新しい充電器は50アンペアで充電するから50アンペア通せるケーブルじゃないとダメなの。こんなぶっといケーブルね、端子圧着する工具俺持ってないから切り売りしてくれる Amazon の店で買ってます。この穴通せそう。さっきの14スケアの走行充電のケーブルをプラス端子に固定しました。プラス線はこんな感じで取れたんですけど、マイナス線はね、もともとね、こんな細いアース増設ターミナルで、これアース取ったの。細っ。これちょっと細すぎるから、太くしたいのね。だから他のアースポイントをね、これしかないかな、もしかしてね。ここがちゃんとボディに入ってってますよねっていう。パッと見大丈夫そう。この穴広げるでいいや。プラス側のコードをこの下に持ってくのにここに穴開けちゃいます。 OK。 もう何の躊躇もなく穴開けれるわ。この穴通してこっち側をどっから出すかだよね。ここの穴犠牲にするかな。これを1個捨てて最後まで来た。 OK。 入る。通んなくなったりして。あれ意外と上の方だぞ。意外とこの辺だわ。はい。まさにこの辺だよ。あ、ほら。バッチリですね。エンジンルーム側の穴の通過点。この穴の通過点を補強しました。マイナス線も14スケアのケーブルを使います。ボディアースをここで取ります。 OK。 太いな。しかし太いです。まずプラス線はここの裏通ってここから出してますと。でマイナス線はここにボディアース通って同じとこから出てきてますと。意外と大変だな。で今から走行充電の仮接続して動作確認します。それで OK だったらステップを戻す。とりあえずバッテリー1個で充電器がこれね。でとりあえず走行充電だけなんでソーラーは無視して走行充電だけの配線をしてみます。両端はネジで止まってます。外れた。端子とそれの意味は CTEC の時と全く一緒で、これも簡単に配線ができるやつ。これがサブバッテリーにつなげるアウト。これが共通のネガティブ、マイナス線ここに全部やるやつ。これがソーラーパネルからのプラス。で、これがメインバッテリーからのプラス。アルトってオルタネーターって。安全のため必ずアースネガティブを最初に接続する。その次サブバッテリー、メインバッテリー。で、最後にソーラーパネル。ネガティブ、サブバッテリー、メインバッテリー。このバッテリーのすごいのは、バッテリー自体にオンオフができること。端子つないでもオフにしてれば通電してないから、接触した瞬間に火花が散るとかもないし、これを使ってここにつなげて、このスイッチを押すとオンオフができるっていう。サブバッテリーのネガティブ、マイナス線。これね。これがさっきボディアースしてたメインバッテリーのマイナス線。はい、完了。ネガティブ。次、じゃあ、どんどん行こう。サブバッテリーのポジティブね。ほんで、使い慣れてるバットマンを繋いでます。これで電流の出入りがわかる。で、メインバッテリーのプラスね。これを、メインバッテリーのマイナス端子を。OK! 配線完了。これはバッテリーの種類によって色が変わるんだけど、で、リチウムイオンバッテリーは青です。これを電源オンにしないといけなかった。つけて、で、これをね、入れると。あ、光った。オンになった。そしたら、ここのインジケーターが黄色に変わったね。なんか映像で見ると点滅して見えるけど、何も点滅してない。これただ点灯してるだけ。13.3 ボルト。
た？あ、来た来たお、来た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 。ほら来たよ。あだからこれで大丈夫か。もう最大まで。一気に配線していこう。やろう。昨日ここまでやったから。で、ちょっとバットマン使いかけてたんだけど、電圧と電流のモニター、レノジーのリチウムイオンに対応しているモニターに変えます。バットマンでも電流の出入りはわかるんだけど、残量がわからないんですよ。で、鉛バッテリーの場合は、電圧を見れば残量が大体わかるんだけど、リチウムイオンってもう使い切る直前まで電圧を維持しちゃうから、電圧だけ見てもわからない。だからもうリチウムイオンに対応したパーセンテージ表示のあるこのレノジーのモニターをつけます。で、それの電気を測る部分、これなんだけど、このボルトが10ミリのぶっといボルトだったんで、8ミリの穴の端子にも対応できるように、鉄板を増設して、こっち側に8ミリのボルトをつけました。これをまず繋いでいきます。これがバッテリーのマイナス端子から出てる太い線、B マイナスっていうところに繋ぎます。で、バッテリーのマイナスが繋がった、この2つの方には、全部のマイナスを繋ぐんで、ソーラー、走行充電、充電器、インバーター、バッテリープロテクターからのマイナス5個繋ぎます、ここに。結構いっぱいの来るよ。ここに全てのマイナスが返ってきて、で、この1本でバッテリーに戻る。で、それをこいつでこいつが観測する。ちなみにこのソーラーとか、メインバッテリーのマイナスは今遮断してるんで、今電気は通らない状態です。このネガティブにバッテリーのマイナスに向かうケーブルをつなぎます。これにします。充電器の残りの端子にもそれぞれつないでいきます。で、ヒューズについてなんですけど、走行充電のケーブルには 70A のヒューズを使います。充電器からサブバッテリーの間には 60A のヒューズを使います。こんな感じで装着。で、この両端にケーブルをナットで固定する感じです。ヒューズの選定とかはこれに沿ってます。ケーブルの太さとかも説明書の推奨に合わせてます。OK。走行充電のプラス。この木の裏を通してこの穴から出してきたんですけど、70A のヒューズにつないで、こっち側を充電器につなぎます。ALT って書いてある端子です。メインバッテリーからのケーブルをここにつなぎます。OK。で、最後がこれソーラーパネルのプラス。ソーラーパネルのプラスは、元々の配線そのまま 30A のヒューズつけてます。で、5スケアのケーブルを使ってます。これで充電器の端子への接続は全部完了です。次にバッテリーのプラス端子に必要なケーブルをつないでいきます。一つは並列用のケーブルで、他につなぐのはインバーター、充電器、バッテリープロテクター、あとバッテリーモニターのプラス。これボルトの長さ際どいな。これも増設しよっかな。この金具で増設しちゃおう。めっちゃ便利やんそれ。これバッテリープロテクターのプラスで、これがバッテリーモニター。バッテリーのプラス側の大元にはこれとこんな感じで増設した。ちょっとこれで動作確認してみたいな。初めて入れてみます。リチウムから今主電源入った、お、ついたよ。つきます。冷蔵庫もつけてみようかな。あ、ついた。って言い出した。ついた。リチウムからポンプ動く、照明つく、間接照明もついた。いいね。いいじゃん。電気使う側は確認が取れた。次充電してみようか。メインバッテリーのマイナスを戻します。ソーラー戻すよ。ソーラーが赤くついた。MPPT バルク充電。OK。で、あとエンジンかけてみようか。お、オルタネーター側もついた。OK。とりあえず通電はしてる。いい感じっすね。今回のエノジーの走行充電器には充電制御車用の配線があります。なんだいそれは。車の中には充電制御車っていうものがあって、燃費を良くするために所々でエンジンの発電量を抑えたり
する制御入ってる車があるのね。なるほどね。そういう車に対してこの走行充電器を普通に使おうとすると電圧が足りなくて十分な充電ができなかったりするの。なるほどね。そういう車の場合はこの線をつなぐことによってちゃんと充電できるようになります。この線をつないだ場合、メインバッテリーの電圧が 12V の時に走行充電されて、この線をつながない場合は充電制御車じゃないとみなして、メインバッテリーが 13.2V の時に走行充電される。その走行充電する敷位置が変わる。なるほどね。そうでこれ一応今回つないでみました。結果から言うとこれをつながなくてもうちのキャラバンの場合はちゃんと走行充電されてました。なので最終的にはこの線はつないでないんですけど、つなぐ場合どうするかっていうののもし参考になればと思ってこの動画には出てます。お持ちの車次第ということで。そうイグニッション電源を取るのにこのコードを使います。これが元から充電器に付属してたスマートオルタネーター用のコードです。これを仮に接続してみてテストしてみます。アースをどっから取るか、ここで取れたらなんか楽そうなんだけど、ここは通電してないですね。でここがなぜか通電してますね。これでバッチリつきました。イグニッション、今エンジンかけました。でここから出るようにしました。こんな感じで壁にセットしました。これはちょっと複雑だったんでフックを2個壁に固定して、そこにケーブルで引っ掛けるようにして固定してます。でモニターはここに両面テープで固定してます。結局コルゲートチューブで保護しました。はい、これでほぼ完了しました。あとは何回か運転したりとか実際に電気使ってみたりして問題ないことが確認できれば完了です。これです。これはスマートリチウムイオンバッテリー専用のモニターです。何が違うかっていうと、この今使ってるやつはバッテリーのマイナス側に取り付けてシャント抵抗っていうここにある金色の金具があるんです。これに通る電気を観測してボルテージとかパーセンテージを表示する仕組みなんですけど、この新しい方のモニターはリチウムイオンバッテリーって BMS っていうバッテリーマネジメントシステムっていう安全を担保する機能がついてるんですけど、そのシステムから直接バッテリーの情報を表示するっていうモニターです。そもそもこれを変える理由なんですけど、これパーセント表示が分かりづらいです。この前の車中泊の時とか 50% だったのが急に0になるとか、もう残りどれぐらいあるのかってこれだといまいちよく分かんないんで、これに変えることでそれが改善できるのかなっていうのを期待して新しく変えました。ちなみにこっちの方が安いです。4900円ぐらいか。でこれ8000円強するんで、これから買う人はこのバッテリーとセットで何かモニターを買うってなったら絶対にこっちの方がいいと思います。今からつけるんで本当にいいのかどうかはこれから検証するんですけど、こんぐらいか。ケーブル、接続用のケーブルが入って、大きさはちょっと大きくなるな。厚さが分厚いで、刺すのはこれだけ。あー取れた。これを抜いちゃって、まずこの2つのバッテリー同士をつなぎます。奥は左側のアップに挿します。で手前側は右側のリンクに挿します。もう一つのケーブルをアップ側に挿すと、もう一方をここに挿します。ついた。ボルテージが出た。これが並列につながれてるバッテリーの数で、これが満充電までの時間 88.4 時間。あーそっか、今充電してないからか。基本的に表示は一定の間隔で切り替えてるっていうだけで、何かボルテージが見たい時とかこれを押してその表示に合わせる。でこのボタンが何かっていうと、これはバッテリー自体をシェルフモードにするためのボタン。このバッテリー自体をオンにするためのこのボタン、その代わりとしてこのボタンがあるっていうことです。これを長押しするとバッテリーがシェルフモードになって通電しなくなると。両面テープで貼っちゃいます。ちゃんと情報も表示されてますと。このパーセンテージが正確だと嬉しいです。